軍服に身を包んだ一人の陸軍大将。この男こそ山下智之である。AI で80年前の色を蘇らせてみる。開戦からわずか70日でシンガポールを落とした男だ。難攻不落とされたイギリスの要塞。それを守る兵は8万を超えていた。山下が率いた兵はその半分にも満たなかった。それでも山下は敵の将軍を降伏させてみせた。その名はマレーの虎として国中に轟いた。だがそれからわずか4年後、同じ男は戦争犯罪人として公主台に立つ。英雄と戦犯。一人の軍人になぜ二つの顔があったのか。ここにいくつもの知られざる事実がある。最も嫌いな動物の名で呼ばれた男。天皇に背いたという生涯消えぬ自責を抱えた男。鮮やかな勝利のその裏である総統が行われていた。そして彼を裁いた指揮官の責任という考えは今も世界で彼の名で呼ばれている。この動画を最後まで見れば教科書には載らないもう一人の山下が見えてくる。そして指揮官の責任とは何かという重い問いが残される。公主台へ向かう朝、彼が最後に望んだものは何だったのか。それは全てを見届けて最後にかかろう。これは英雄でもただの戦犯でもなかった。一人の軍人のあまりに複雑な生涯の物語である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。高知の山に育った一人の男。その名は山下智之。 AI で80年前の色を蘇らせてみる。明治18年、山下智之は高知の山あいに生まれた。父は村の開業医だった。幼い頃から体つきが人並み外れて大きかった。母方の家系に6尺を超える大男がいたという。だが見た目に反して運動神経は抜群だった。どんなに激しく馬をかけさせても決して落ちなかった。幼年学校の頃、こんな逸話がある。教師の多くが智之という名を正しく読めなかった。ただ一人、国語の教師だけが智之と呼んでくれた。少年はそのことを生涯忘れなかったという。名を正しく呼ばれること、それは一人の人間として認められることだった。ふるさとの大杉を山下は生涯愛した。自らの雅号を巨大な杉と書いて巨杉と名付けたほどだ。高知の山に育った大男はやがて軍人の道へ進む。陸軍士官学校、そして陸軍大学校。成績は優秀で、卒業の時天皇から恩師の軍刀を受けた。順調に見えたその軍人人生だが、ある事件が彼の生涯に消えない影を落とすことになる。昭和11年2月、雪の降る東京。陸軍の青年将校たちが決起した226事件の一枚である。この時山下は陸軍省で軍事調査部長を務めていた。クーデターを起こした青年将校たちと彼は面識があった。中でも安藤宇照蔵という将校を可愛がっていた。決起の方に山下はこう厳しく言い放った。陛下の軍隊を自分たちの目的のために使うなどもってのほかだと。反乱そのものには断固反対だった。だが山下は一つの行動に出る。自決を覚悟した青年将校たちのために天皇の使いを見届け役として送ってほしいと願い出たのだ。将校たちの最後をせめて立派なものにしてやりたい。そんな上からの願いだった。ところがこれが天皇の深い怒りを買う。昭和天皇は後にこう語っている。陛下に背いた者に剣士の使いなど出せるものかと。山下は
天皇の信頼を失った。陛下に申し訳ないことをした。この償いをしなければならない。山下は涙を飲みながらそう自らに誓ったという。この陛下に背いたという自責は、この後10年、彼の生涯の最後の瞬間まで消えることがなかった。そして山下は左遷され、戦場の最前線へと送られていく。中国の戦場に立つ日本軍の将校226事件の翌年、山下はここにいた。その姿に AI で色を入れてみる。226の後、山下は朝鮮へ左遷された。そして昭和12年、日中戦争で初めて実戦の指揮を執る。この時の山下の戦いぶりは異様だった。わずか一個小隊を自ら率いて敵陣へ突進したのだ。弾丸が足元に着弾しても山下は全く動じない。その姿に兵たちは歩兵法というあだ名をつけた。砲弾の中を平然と歩く男という意味である。同期の将軍は後にこう推し量っている。山下は死に場所を求めていたのではないかと。陛下に背いたというあの自責、その償いを死で果たそうとしたのではないかと。だがその一方で山下は優れた指揮官でもあった。部下への理不尽な体罰を固く禁じた。無謀な突撃を命じる上層部に逆らい、連隊の全滅を防いだ。敵の捕虜にさえ手厚く接した。勇敢さと冷静な判断、その両方を山下は持っていた。この商才がやがて世界を驚かせることになる。ヒトラーと握手を交わす見本の使節団。昭和16年、報読した山下たちである。この一枚に色を入れてみる。昭和16年、山下は同盟国ドイツへ送られた。迎えたのは独裁者ヒトラー。どんな秘密でも君たちには見せよう。ヒトラーはそう上機嫌で約束した。だが最新のレーダー技術だけは最後まで見せなかった。この時山下が最も注目したもの、それは新兵器そのものではなかった。国の工業力、生産力。戦争の勝敗を決めるのは結局その国の産業の力だ。山下はそう確信して帰ってくれ。帰り道山下はモスクワでソ連の将軍と会った。そしてこう警告する。ドイツの大砲がすべて東を向いている。ヒトラーはソ連に攻め込むつもりではないかと。その予言は数日後的中した。独ソ戦が始まったのである。帰国した山下は軍の抜きポン的な改革案を提出する。だがその案はある男によって握りつぶされた。陸軍大臣東條英機。二人の確執はここから始まっていた。山下は満州へと追いやられる。軍服に身を包んだ参謀たちの一団、マレー攻略を担う第25軍の司令部である。その姿に色を入れてみる。満州にいた山下に突然大役が回ってくる。南方の資源を確保せよ。そのためには能力のある将軍がいる。東條は派閥の違いを超えて山下を抜擢した。第25軍司令官、マレー半島とシンガポールの攻略である。参謀長は鈴木宗作。作戦を練るのは辻正信。後に太平洋戦争で最強と呼ばれる司令部だった。そして昭和15年12月8日、午前1時半、日本軍はマレー半島のコタバルに上陸する。実はこれが真珠湾攻撃よりも1時間以上早かった。太平洋戦争の本当の口火はこのマレー作戦だったのである。山下の作戦は徹底して速さを重視していた。兵たちはなんと自転車でジャングルを進んだ。銀鱗部隊と呼ばれたその自転車部隊がイギリス軍に陣地を作る暇すえ与えなかった。待っていたイギリス軍はなすすべがなかった。自転車を押してミトゥリンの道を進む日本軍。マレー半島を南へ下る銀鱗部隊である。その姿に色を入れてみる。山下軍の進撃は止まらなかった。
道を破壊して逃げるイギリス軍を自転車で追いかける。川を小舟で渡り、側面から襲いかかる。野因に乗じて敵の背後へ回り込む。スリム肩の戦いでは、わずか18キティリの戦車がイギリスの2個師団を一気に突き破った。イギリスの首相チャーチルは後にこう振り返っている。ボートと密林によって日本はイギリス軍を恐怖に陥れた。と。だがここで知っておくべき事実がある。山下軍もまた短期決戦の計画で突き進んでいた。弾薬も食料も十分には持っていなかった。進めば進むほど補給は心もとなくなる。華やかな快進撃は実は薄氷の上の賭けだったのだ。そして山下軍はついに最後の目標を目前にする。東洋一の要塞、シンガポール。砲煙の上がるシンガポールの市内、陥落へと向かう要塞の姿である。その一枚に色を入れてみる。シンガポールを守るイギリス軍は8万を超えていた。対する山下軍は3万6千。兵の数では山下がはるかに劣っていた。しかも弾薬は底を尽きかけている。それでも山下は一気に攻めるしかなかった。時間をかければこちらの不利が敵に知られてしまう。イギリスの誇る巨大な要塞砲。だが、その砲は海の方角を向いて据えられていた。陸のマレー半島から攻める山下軍にほとんど役に立たない。山下が狙いを定めたのは武器手間の高地だった。そこは島の水源地。大量の弾薬と物資が蓄えられた場所でもあった。こう奪われれば、シンガポールは水も武器も断たれる。激戦の末、山下軍はこの高地を奪い取った。追い詰められたイギリス軍の司令官はついに決断する。昭和17年2月15日、パーシバル中将は降伏を申し出た。机を挟んで向かい合う二人の将軍。降伏を申し出るパーシバルと山下の会見である。その歴史的な一枚に色を入れてみる。この会見には有名な逸話がある。山下がイエスかノーかと強い口調でパーシバルに降伏を迫ったというものだ。だがこれは事実とは少し違う。山下は自分の日記にこう書き残している。通訳がなかなか話をまとめられない。それに苛立った。そこでひしかりと通訳の名を呼びこう言った。将軍にはイエスかノーかそれだけを聞けばよいと。その一言だけが切り取られて新聞に載ったのである。山下の本当の気持ちはまるで逆だった。敗れた相手は丁重に礼を尽くして遇するべきだ。かつて乃木マレスケが降伏したロシアの将軍を武人として遇したように、それが山下の理想だった。新聞が勝ち誇った男のように自分を伝えたことを山下は後に残念だったと語っている。この時降伏したイギリス兵は13万人以上。イギリス史上最大級の降伏だった。チャーチルはこれを大英帝国史上最悪の災害と嘆いた。勝利を収めた山下智之。国民的英雄となったその姿である。色を入れてその時代を蘇らせてみる。日本の新聞は山下をマレーの虎と書き立てた。国中が湧いた。提灯行列が街を埋めた。天皇の側近木戸孝一が戦果を報告すると、昭和天皇はこう言って喜んだという。最初に十分研究したからだと。だが当の山下は少しも浮かれなかった。勝利の入場式さえ行わなかった。天皇からのねぎらいの言葉に対し山下はこう述べている。これは命を鳥の羽より軽いものとして戦い倒れた亡き戦友たちからの贈り物ですと。そう言って山下は涙を流した。戦死者の慰霊祭では弔辞が涙で途切れたという。そしてここに意外な事実がある。山下は虎という動物を心から嫌っていた。後にドイツの武官が敬意を込めて虎将軍と呼びかけたとき、山下はドイツ語でこう答えている。いや、世は虎ではないと。虎は臆病で弱い者を背後から襲うだけの貧性下劣な獣だ。
山下はそう考え、部下にも酒に飲まれて虎になるな、と戒めていた。英雄と称えられたその同じ頃。しかし、その勝利の裏では、ある騒動が始まっていた。日本軍が占領したシンガポールの町、マレーの虎の勝利のその後である。ここで目をそらしてはならない事実を語らねばならない。占領の直後、抗日敵とされた華僑の掃討が行われた。山下は抗日分子を撃てと命じた。詳しい指示を作ったのは参謀の辻正信。実行を任されたのは憲兵の河村三郎だった。辻はシンガポールの人口を半分にするとまで口にしたという。18歳から50歳の男たちが集められた。そして人相やわずかな名簿だけで抗日分子が選び出された。その選別はあまりにずさんだった。確かな証拠もなく、多くの罪のない人々が命を奪われた。犠牲者の数は今も定まっていない。日本側はおよそ5000人と公表した。だがシンガポール側は4万から5万人と主張している。研究者の推計も数千から数万と大きく分かれる。戦後、実行を指揮した河村らは裁かれ、絞首刑となった。一方、時事を出した辻は、戦犯の追及を巧みに逃れている。そして山下自身は、この事件では裁かれなかった。彼は別の裁判で先に処刑されることになるからだ。山下が直接虐殺を命じた証拠はないという見方もある。だが、軍の最高責任者としてその責任を免れることはできない。マレーの虎の輝かしい勝利には確かにこの影があった。それは消すことのできない事実である。そして皮肉にもこの指揮官の責任という問いが後に山下自身を公主代へと追い詰めることになる。再び山下智之。大戦果を上げながら左遷された男である。これほどの大戦果を上げながら山下は東条英機に冷たく扱われた。軍の機密を理由に山下はシンガポールから満州へ直行させられる。東京で天皇に拝謁する機会さえ与えられなかった。理由はいくつも囁かれた。226事件での天皇の不況、人望の厚い行動派の山下への東条の警戒。満州で山下は大きな作戦を任されることはなかった。だが山下は政治の駆け引きに興味を示さなかった。むしろ敵対していたはずの統制派の参謀とも山下は腹を割って語り合った。その参謀は後にこう振り返っている。派閥の違いを超えて使いがいのある人物だったと。満州に妻を呼び寄せ山下は静かに日々を過ごした。だがそんな山下に戦争は再び声をかける。それはもう勝ち目のほとんど残されていない絶望的な戦場からの呼び声だった。軍曹を整えた山下智之、運命のフィリピンへ果とうとしていた。昭和19年、山下に新たな任務が下る。第14方面軍司令官としてフィリピンを守れ。参謀長には武藤明を指名した。この時山下は一つのことを願い出る。フィリピンへ立つ前にどうか天皇に拝謁させてほしいと。226事件で天皇の信頼を失っ、それは8年もの間絶たれていた念願だった。ようやく許されたその拝謁の場で昭和天皇は山下にこう告げた。帝国の暗儀はひとえに日島軍の肩にかかっていると。山下は深く頭も下げた。そして声には出さず唇だけを動かしたという。お別れをと陛下に背いたあの日からずっと求め続けた対面。それは8年越しにようやく叶った。だが同時にそれは根性の別れでもあった。でいたのは誰の目にも勝ち目のない絶望的なフィリピンの防衛戦だった。上陸するアメリカ軍の大部隊、フィリピンレイテ島の戦いである。その一枚に色を入れてみる。フィリピンに着くなり山下は
難しい決断を迫られる。大本営はレイテ島での決戦を命じてきた。だが山下はこれに反対だった。勝ち目のないレイテに兵を注ぎ込むべきではない。兵力を温存し、ルソン島で持久戦をすべきだ、と。ところが上官の寺内久一がこれを許さなかった。おごる、敵を撃ち滅ぼす好機だ、と決戦を強行する。だが、海戦で連合艦隊が大敗した。制海権をアメリカに奪われてしまう。レイテへ送られた兵を乗せた船は次々と海に沈んだ。島にたどり着いた兵を待っていたのは飢えと病だった。数万の兵が敵と戦う前に飢えて病んで死んでいった。寺内は戦況が傾くとサイゴンへと去っていく。山下はその一行を見送りさえしなかった。そして次の戦場、ルソン島で山下は全く違う戦い方を選ぶことになる。ルソン島に押し寄せるアメリカ軍、リンガエン湾への上陸である。その姿に色を入れてみる。昭和20年1月9日、マッカーサーがルソン島に上陸する。山下の手元には25万もの兵がいた。だがその多くは飢え、装備も補給も乏しかった。航空隊や海軍は山下の命令にすら従わない。数の上では大軍でもまともに戦える状態ではなかった。それでも山下は決戦を選ばなかった。狙いはただ一つだった。できるだけ長くアメリカ軍をこのフィリピンに引きつける。そうして日本本土への攻撃を一日でも遅らせる。勝つためではない。時を稼ぐためだった。山下は兵を険しい山岳地帯へと後退させる。そして地を這うような持久戦に徹した。かつて自転車で駆け抜けたマレーの虎は今山にこもって耐える。持久戦の将軍になっていた。華やかな勝利の面影はもうどこにもない。そして首都マニラで山下の意図に真っ向から反する悲劇が起きてしまう。破壊されたマニラの市街、激しい市街戦の後もである。ここでも目をそらしてはならない事実がある。山下はマニラを守るつもりはなかった。100万の市民が暮らす町で市街戦をすれば罪のない人々を巻き添えにしてしまう。軍事的な価値も港の他にはほとんどない。だから山下はマニラを放棄し兵を山へ引けと命じた。ところが海軍の岩淵三次少将がこれに従わなかった。2万の海軍部隊と共に独断でマニラに立てこもったのだ。死ぬまでここで戦うと通信はすでに途絶えていた。山下は市街戦が始まって10日もの間それを知らなかった。知ってすぐ撤退を命じたが岩淵は従わなかった。1ヶ月に及ぶ市街戦で10万人とも言われる市民が命を落とした。日本軍による略奪や暴行や虐殺もあった。山下の命令に反して起きたこの惨劇。その責任を誰がどう負うのか。それが後に山下自身に重くのしかかることになる。ルソンの山中に立つ山下智之。追い詰められた終戦間際の姿である。その一枚に色を入れてみる。ルソンの山の中で山下軍は飢えていった。補給は完全に断たれていた。兵たちは戦うよりも先に飢えと病で倒れた。山下自身もげっそりと痩せ細った。軍服のベルトには何度も新しい穴を開けたほどだった。それでも山下は規律を緩めなかった。部隊を離れようとする将校を杖で打ち据えてまで統制を保った。そんな極限の中で痩せた自分を見て山下はこう冗談を言ったという。金井が知ったら喜ぶだろうな。いつももっとスマートになれと言っていたからな。と、絶望のただ中でも山下はユーモアを失わなかった。そしてついにその日が来る。昭和20年8月15日、戦争の終わりだった。白樫を掲げ、山を降りる日本軍山下智之の降伏の場面である。
その姿に色を入れてみる。玉音放送を聞いた山下は全軍にこう命じた。軽はずみな行動を慎み命令を待てと。鉄を進める若い将校に山下はこう言って断った。フィリピンで死んだ日本人、アメリカ人、フィリピン人、その死に自分は責任がある。その責任を取れるのは自分だけなのだと。9月2日、山下は山を降り、米軍に投降した。参謀一人一人の手を握り、山下はこう言葉をかけた。諸君のこれからの仕事は新しい日本を作ることだと。そして降伏の調印式、そこにはある男がいた。3年前シンガポールで山下に降伏したあのパーシバルである。捕虜となっていた彼が解放され立ち会っていたのだ。立場はすっかり逆転していた。パーシバルは山下にこう声をかけたという。敗れた将軍の気持ちはよくわかる。心から同情すると。だが山下を待っていたのは捕虜の扱いではなかった。戦争犯罪人としての裁判だった。法廷に立つ山下智之。マニラ軍事裁判の一場面である。その姿に色を入れてみる。昭和20年10月、山下の裁判が始まった。罪状は123項目。部下が起こした5万7千人もの死が問われた。だが、その大半は山下の命令に反して起きた。あのマニラ市街戦によるものだった。裁判の進め方はあまりに異様だった。裁判官の中に法律の専門家は一人もいない。伝聞や噂までのが証拠としてまかり通った。検察は次々と証人を立て、虐殺の生々しい様子を語らせた。ところが、その証人たちの口から山下という名はほとんど出てこなかった。あるイギリス人記者は本国にこう打電している。今日、山下の名は一度も出なかった。これは裁判ではないと。それでも判決はすでに決まっているかのようだった。憲兵に付き添われた山下智之。裁かれる被告としての姿である。その一枚に色を入れてみる。裁判の焦点はただ一点に絞られていった。指揮官は部下の犯した罪にどこまで責任を負うのか。山下は虐殺を命じていない。それどころかマニラの放棄を命じていた。日本軍の将校たちも虐殺の命令などなかったと証言した。海軍の司令官もマニラ破壊は自分が命じたと認めた。それでも検察は山下を追い詰めていく。司令官である以上、部下の暴虐を防ぐ義務があった。それを果たさなかったと。これが後に指揮官の責任と呼ばれる考え方だった。そしてこの法理は今も世界の法律の世界で山下スタンダードと呼ばれている。皮肉な巡り合わせだった。かつてシンガポールでその責任を問われるべきだった男が、今度は命じてもいない罪でその責任を問われていたのである。弁護団は最後の望みをアメリカの最高裁に託す。山下を弁護するアメリカ人将校たち。敵を弁護した男たちである。その姿に色を入れてみる。山下の弁護人はアメリカ人の将校たちだった。敵であるはずの山下を彼らは必死で弁護した。そしてやがて心から敬愛するようになる。彼らは連邦最高裁に裁判の不当を訴えた。だが最高裁は6対2でその訴えを退ける。ただ2人の判事だけは最後まで反対した。その一人、マーフィー判事はこの裁判をでっち上げと呼び、こう警告している。敗れた敵の将軍を罰するために復讐の精神をはびこらせるなら、それはあらゆる残虐な行為よりも願く害毒を流すことになると。あるアメリカの雑誌はこう書いた。裁判官は初日から判決文をポケットに入れて法廷に現れたと。昭和20年12月7日、真珠湾攻撃からちょうど4年後のその日、山下に死刑が言い渡された。静かな表情の
と言いたいところだが、ここでは処刑を前にした山下智之を見てほしい。その最後の姿に色を入れてみる。マッカーサーは山下から大将の軍服も勲章も剥ぎ取るよう命じた。山下は米軍の作業服のまま公主台へ向かう。昭和21年2月23日、手錠をかけられた時、山下はこんな冗談を言ったという。少し手錠が硬いね、と。そして東京の方角を向いて深々と礼儀をした。その最後の言葉はこうだった。天皇陛下のご長寿と永遠のご繁栄をお祈りします。あの226の日、陛下に背いたと悔いた男。その最後の言葉もまた天皇への祈りだった。子供は日本式で育てるように家族にそう伝えてくれ。山下はそう言い残し、最後にビールを所望した。そしていかにもうまそうに飲み干したという。冒頭で約束しておいた公主台へ向かう朝、彼が最後に望んだもの、それがこの一杯のビールだったのである。享年60。服姿の山下智之。その素顔をもう一度見つめてみたい。色を入れて人となりを振り返ろう。処刑の後、弁護人の一人リール大尉は山下についてこう書き残している。勝者であれ、敗者であれ、司令官であれ、捕虜であれ、彼は終始男らしかった。その魔のは深く人生を理解し、死を恐れないものの魔のだったと。敵を弁護した男にさえそう言わせる因縁が山下にはあった。だがその一方で、山下には人間臭い素顔もあった。実は大の甘党だったのだ。砂糖をたっぷり入れたすき焼きを食べ、下宿仲間を呆れさせた。戦地でさえあんころ餅を作らせ部下に配ったほどだった。酒は虎になるがあんころ餅は猫になる。そんな冗談を好んだ。趣味は菊作りだった。戦争が終わったら故郷で菊を育ててのんびり暮らしたい。山下はずっとそう願っていた。だがそのささやかな願いが叶うことはなかった。そして山下は最後に一つの遺言を残している。そこには新しい日本への意外な願いが込められていた。獄中のと言いたいところだが、ここでは最後の日々の山下を思い浮かべてほしい。その面影に色を添えてみる。処刑の前、山下は京川氏に長い遺言を託していた。それは敗れた将軍の後悔と新しい日本への願いだった。山下が何より力を込めて説いたこと、それは意外にも女性の教育だった。これからの日本は女性にかかっている。立派な婦人がいれば立派な子供が立派な国民が育つ。平和の原動力は婦人の心の中にある。山下はそう書き残した。自由な女性として世界の女性と手を携え、その力を存分に発揮してほしいと戦場で数えきれない死を見届けた男。その男が最後に願ったのは武力ではなかった。教育と平和だった。生きていれば菊を育てたかった男の最後の願いである。英雄か戦犯か、山下智之とは一体何者だったのか。もう一度この男の顔を見てほしい。山下智之とは何者だったのか。70日で難攻不落のシンガポールを落としたマレーの虎。敗れた敵を武人として遇しようとした誇り高い将軍。痩せ細ってなお部下を思いユーモアを忘れなかった男。だがその同じ男の勝利の裏で数千とも数万とも言われる華僑が命を奪われた。山下はその総統を命じた指揮官だった。そして自分が命じてもいないマニラの惨劇、その責任を負わされ攻守第に消えていった。官は部下の罪にどこまで責任を負うのか。山下の名で呼ばれるこの問いに世界は今も答えを探し続けている。英雄でもただの戦犯でもなかった。命じた罪と命じていない罪。
その両方を背負って吸った一人の軍人、それが山下智之だった。山下智之の生涯を振り返ってみよう。高知の山に生まれた体の大きな少年はやがて優れた軍人へと成長した。だが226事件で天皇の信頼を失う。陛下に背いたというその自責を山下は生涯背負い続けた。そして太平洋戦争、山下は運命の戦場へと送り込まれる。自転車で密林を駆け抜け、わずか70日でシンガポールを落とした。8万の敵を半分の兵で降伏させた男。その名はマレーの虎として轟いた。だがその勝利の裏で数千とも数万とも言われる華僑が命を奪われた。山下がその相当を命じた事実は消すことのできない影である。大戦下の後も山下は東条に冷遇され、満州へと追いやられた。そして勝ち目のないフィリピンの防衛戦、山下は最も困難な戦場へ向かう。勝てないと知りながら時間を稼ぐために山下は山にこもり持久戦に徹した。だが首都マニラでは海軍部隊が独断で戦い、10万もの市民が巻き添えになった。終戦後、山下はマニラの法廷に立つ。命じてもいない罪の責任を問われ、指揮官の責任という名のもとに死刑を言い渡された。公主台へ向かう朝、山下が望んだのは一杯のビールだった。最後の言葉は天皇陛下への祈り、そして家族へのいもつててだった。山下が残した最後の願いは武力ではなく女性の教育と平和だった。平和の原動力は婦人の心の中にある。痩せた将軍はそう書き残して去った。山下が愛したふるさとの虚数には今も高知の大豊町に立っている。東京の多磨霊園にはその墓があり、処刑の地モンテンルパには終焉の火が立つ。英雄でもただの戦犯でもなかった。命じた罪と命じていない罪、その両方を背負った一人の軍人の生涯。カラーで蘇った写真の中で山下は確かにそこにいた。指揮官の責任とは何か。山下の名で呼ばれるこの問いは今も私たちに答えを求めている。私たち日本人はそのことを忘れてはいけない。最後までご覧いただきありがとうございました。山下智之をあなたはどう思っただろうか。ぜひコメントで聞かせてほしい。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。